皆さんこんにちは。卓球の用具研究に人生の半分以上を捧げ、ラケットのミリ単位の重心移動やコンマ数グラムの重量変化に一喜一憂し、夜も眠れない日々を過ごしているケンジです。今日は卓球界で長年囁かれながらも、多くのプレイヤーがなんとなくの感覚としてしか捉えていなかった。しかし、実は物理学的に極めて深遠なある巨大なパラドックスについて、最新の科学的データとバイオメカニクスの知見をもとに、徹底的に、そしてこれ以上ないほど深く解剖していきたいと思います。アシスタントの美咲です。ケンジさん、今日の気合の入り方は尋常じゃないですね。マイクに鼻息が入るくらいの熱量を感じます。今日のテーマは、グリップテープと重心ということですが、本当に正直に言っていいですか？私たち一般のプレイヤーにとって、グリップテープって単に手が滑らないようにしたり、自分の手の大きさに合わせて握り心地を調整したり、あるいは好きな色で個性を出したりするための、いわゆるおまけやアクセサリーのようなカスタマイズだと思っていました。重心が変わりといっても、たかだか数グラム、せいぜい5グラムや10グラムの世界ですよね。それがそんなに大げさな話になるんですか？美咲ちゃん、そのたかだか数グラムが、卓球という球速が時速100キロを超え、回転数が秒間100回転以上に達する超高速、超精密な競技の世界では、勝敗を分ける決定的な物理要因、いわゆるゲームチェンジャーになるんだよ。実はグリップに意図的に荷重するという行為は、ラケット全体の物理的な性格、言い換えれば、剛性、慣性、モーメント、そして振動減衰特性を根底から劇的に変えてしまうんだ。それは単なるアクセサリーの追加じゃない。ラケットという合体に対して科学的なメスを入れ、その DNA を書き換えるようなカスタマイズなんだよ。魔法というか遺伝子組み換えレベルの話なんですね。なんだか怖くなってきました。怖がることはないよ。正しく理解すれば、それは君の最強の武器になる。今回私たちが教科書として読み解いていくのは、卓球ラケットにおけるグリップ荷重と質量分布変更の力学的、バイオメカニクス的包括解析、2024年、2026年における最新知見と操作性パラドックスの解明という各国の研究機関のデータが集約された非常に濃密なレポートだ。副題にはメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実なんていう業界のタブーに触れるような刺激的な言葉も並んでいるけれど、その中身は驚くほど冷徹なまでに論理的で、かつ現場のプレイに即した実践的なものなんだ。2026年までの最新トレンドも網羅しているんですね。スティガのカスタムウェイトテクノロジーの深掘りや、バタフライ、エクシオンといったトップブランドの最新ラバーとの化学反応など、聞きたいことが山ほどあります。よし、それじゃあ今日は、この膨大なレポートの内容を一文字たりとも漏らさない勢いで、どこよりも詳しく、そして何より楽しく、テンポよく解説していくよ。全20パート、長丁場になるけれど、最後までついてきてくれよな。まずは、なぜ重くしたはずのラケットが、実際に振ってみると不思議と以前より軽く感じるのか。という、あの有名な、しかし多くの人が説明できなかった操作性パラドックスの全体像、エグゼクティブサマリーからマカを引けよう。ケンジさん、まずはこの辞書のように厚いレポートの核心部分、つまり結局のところ何が言いたいのかをズバッと教えてください。グリップを重くしてわざわざ総重量を増やすという一見矛盾した行為は、本気で勝ちを狙う競技者にとって正解なんですか？それとも一部の感覚派プレイヤーによる特殊な思考に過ぎないんでしょうか？その答えを出すためには、まず操作性のパラドックスという言葉を理解しなきゃいけない。このレポートが提示する結論は非常に興味深いものだ。一言で言えば、グリップ荷重はスイングの加速フェーズ、つまりバックスイングからインパクトに向けてラケットを振り出す段階においては、人間工学的なメリットと物理的な慣性制御によって驚異的な恩恵をもたらす。しかしその一方で、ボールを打った後にスイングをピタッと止め、次の打球に備える減速停止フェーズにおいては、物理的な負の側面が明確に顔を出すということなんだ。つまり、振り出しは羽のようにスムーズだけど、振り切りや戻りが大型トラックのように重くなるということですか？素晴らしい比喩だね、美咲ちゃん。まさにその通りだ。レポートでは、この現象を合体の回転運動力学と人間の脳が行う感覚運動系の高度な相互作用として詳細に説明している。2024年から2026年の最新知見では、単にラケットが何グラムあるかというデジタルな数値よりも、その質量がラケットという構造体の中でどのように分布しているかという質量分布プロファイルこそが、実際のプレーにおけるパフォーマンスとフィーリングを決定づける主因であると結論付けているんだ。質量の分布。同じ 90g のラケットでも、ヘッド側に重さが寄っているのか、グリップ側に重さが寄っているのかで全く別の競技用具になるということですね。その通り。
例えばスティーガスポーツが展開しているサイバーシェイプウッド CWT な技術ホワイトペーパーを読んでも、ミリ単位の重心移動や 3g 単位の重量調整がいかに球筋の鋭さやプレイヤーの操作感を変調させるかが科学的に強調されている。このサマリーで特に記憶に刻んでおきたいのは、グリップ荷重がもたらす手元重心化がスイングのしやすさを示すスイングウェイトを維持、あるいは不思議なことに減少させる一方で、インパクト時の安定性を示すリコイルウェイト、つまり相手の強打に押し負けない壁としての強さを劇的に向上させるという魔法のような二律背反の解決を実現しているんだ。重くしたのに振りやすく、かつ当たり負けしない。いいことずくめに聞こえますけど、やっぱり止まりにくいという代償があるんですね。そう、世の中にフリーランチはないということだね。このレポートの後半では、その止まらなさがいかにして高度なラリーの中でのミスを誘発するかについても冷徹なまでに分析されている。今日はこのメリットとデメリット、光と影の表裏一体度特性を数式やバイオメカニクスの図解を交えながら徹底的に解き明かしていくよ。ケンジさん、いよいよ本格的な議論に入りますが、まず私の中にずっとあるこの根本的な物理の壁を壊してください。中学校や高校の物理の授業では嫌というほど重いものほど動かすのに大きな力が必要だって習いましたよね。アイザック・ニュートンの運動の第二法則 F=ma です。力は質量と加速度に比例する。だから質量 m が増えれば同じ加速 a を得るためにはより大きな力 F が必要なはずじゃないですか。素晴らしいね、美咲ちゃん。物理の基本をしっかり押さえている。確かに宇宙空間でラケットをまっすぐ平行に動かすだけなら、君の言う通り重ければ重いほど動かしにくくなる。しかしここで私たちが直面しているのは単なる物体の移動ではない。卓球のラケット操作というのは肩、肘、それと手首という複数の関節を支点とした極めて複雑な回転運動の組み合わせなんだよ。あ、そうか。手で持って振り回しているから単なる平行移動の物理法則だけじゃ説明できないんですね。その通りだ。ここに古典的な重量の概念と実際のプレイヤーが神経を通じて感じる重さの感覚の間に物理学的なズレが生じる余地がある。レポートには世界中のトップコーチや用具マニア、中上級者層から集められた興味深いデータが載っている。グリップテープを巻いて総重量を 5g 増やしたところ、むしろラケットが以前よりビュンビュン振れるようになり、振り抜きが良くなったという報告が統計的に優位な数で相次いでいるんだ。これは単なる心理的な錯覚ではない。内部資料である卓球ラケットのグリップテープと操作性、物理的人間工学的包括解析報告書の中でも、この重量増高操作性向上という逆転現象が物理的な必然性として理論武装されています。その魔法の正体、その鍵を握るのが重心位置なんだ。グリップテープを巻く、あるいはグリップエンドに重りを仕込む。この行為によってラケット全体の重心位置は元々の位置から数ミリ、多い時には10ミリ以上も手元側にぐぐっと引き寄せられる。それと回転の中心となる手首にかかるモーメント、つまり回転を妨げようとする力の効率が劇的に変わるんだ。この感覚運動系と回転力学の一見複雑でしかし極めてクリアな絡み合いこそが、総重量が物理的に増えてもなお軽いと感じさせる驚くべき仕組みなんだよ。さあ、ここからはその重心という言葉を単なるイメージではなく厳密な物理量として扱っていこう。重心位置ベクトル RCM の計算の話だ。やっぱり出ましたね。ベクトルとか数式。でもケンジさんが言うなら今回は逃げずにしっかりと向き合ってみます。その意気だ、美咲ちゃん。難しく考える必要はない。重心っていうのは簡単に言えばその物体のすべての重さが集約されているとみなせるバランスの取れる一点のことだ。ラケット全体の質量 M に対してヘッド、ブレード、グリップといった各パーツの質量にそれぞれの位置を掛け合わせた合計を出し、それを全体の質量で割る。これが重心の求め方だ。ここでグリップの部分にグリップテープという新たな質量 M テープを追加したと想定してみよう。はい、グリップの端っこ、まさに自分の手で握っている一番根元の部分に重さを足すわけですね。そう、ここが物理学的なポイントだ。グリップテープを巻く位置はスイングの回転軸となる手首、あるいは座標の原点に極めて近い場所にある。ということは、追加される質量の1ベクトル R テープは限りなく0に近い。数式の分子である 1× 質量の計算において、この追加分はほとんど寄与しない。しかし、分母である総質量 M は確実にグリップテープの分だけ増加する。分母が大きくなって分子があまり変わらないなら、結果としての重心位置 RCM は小さくなる。つまり原点、手元によるということですね。大正解。これがレポートで定義されている手元重心化、
あるいはテニス界でもよく使われるヘッドライトバランスへの移行という伝承だ。重心が手元によるということは、物体としてのバランスが手元でコントロールしやすい形に再構成されたことを意味する。なるほど。全体の重さは確かに増えている。天秤に乗せれば重くなっている。でも、バランスの中心が自分の手のひらの中に近づいてくるから、先端にあるヘッド部分がまるでもぎ取られたかのように軽く感じるということなんですね。持っているだけで、なんだか以前より軽く感じるというあの不思議な感覚。ケンジさん、重心が手元によるだけで、どうしてそんなに劇的に体感が変わるんでしょうか。重さ自体は増えているのに、私の脳が単純に騙されているだけなんですか？脳が騙されているというより、脳が手首の神経を通じて感知している物理的な負荷が実際に減少しているんだよ。これを科学的に説明するのが重力トルクという概念だ。レポートに記載されているあの美しい数式を見てごらん。タウ G イコール mgdcm サインシータだ。タウ、トルク。確か回転させようとする力のことでしたよね。そうだ。例えば、ラケットを卓球台の上で水平にピタッと構えている場面を想像して、この時、重力 G はラケット全体の質量 M に対して下向きに引き下げようとする力を働かせている。手首の筋肉はこの重力によってラケットが下に回ろうとする力、つまり重力トルクタウ G に対抗して上向きの力を出し続けなきゃいけない。これが構えているだけで筋肉が感じる重さの正体だ。ここで重要なのは手首から重心までの距離 DCM ですよね。その通り、洞察が鋭いねみさきちゃん。グリップテープを巻いて重心が手元によるということは、この手首から重心までの距離 DCM が短くなることを意味する。ここで掛け算の魔法が起きるんだ。たとえ総質量 M が 3% 増えたとしても、重心距離 DCM がそれ以上の割合、例えば 5% 短縮されたらどうなると思う？ 3% かけるマイナス 5% みたいな感じになって、全体の答えであるトルクタウ G は以前よりも小さくなる。大正解だ。つまり、ラケットを水平に保つために筋肉が発揮しなければならないトルクが荷重慢よりも物理的に少なくて済むんだ。だから、持っているだけで、軽いと感じる。これは脳の錯覚ではなく、実際に前腕の筋肉にかかる負担が軽減されているという冷徹な物理的事実なんだよ。さあ、ここからは止まっているラケットの話から一歩進んで、実際に激しく振り回す時の動的な重さ、つまりみんなが一番気にする振りにくさについて解説しよう。それがテニスや卓球の用具カタログなどでよく目にするスイングウェイトという言葉ですね。その通り、物理学の言葉で厳密に言うなら、それは慣性モーメント、記号は I だ。物体が回転運動をするときにどれだけ回しにくいか、あるいは一旦回り始めたらどれだけ止まりにくいかを示す回転の世界における質量のようなものだ。卓球のスイングは肩、肘、手首といった複数の関節が支点となる非常に高速な回転運動の連鎖だ。だからこの慣性モーメント I こそがプレイヤーが感じる振り抜きの良し悪しを支配していると言っても過言じゃない。慣性モーメントって確か重さが回転軸から遠ければ遠いほど爆発的に大きくなるっていう性質がありましたよね。素晴らしい。物理のセンスがあるよ。基本式は I イコールインテグラル R の2乗 dm だ。ここで最も注目すべきは回転軸からの距離 R が2乗で効いてくるという点だ。これが何を意味するかわかるかい？例えば、ラケットの先端に 1g の重りを張るのと、手元のグリップに 1g の重さを足すのでは、慣性モーメント、つまり振りにくさへの影響が文字通り次元が違うほど変わってくるんだ。グリップは回転の中心である手首にすごく近いから、距離 R はほとんど0に等しい。0を2乗してもやっぱり0に近い。そうなんだ。グリップテープを巻いて 5g 重くなったとしても、それが回転軸のすぐそば、あるいは回転軸上にあるのであれば、スイングの振りにくさを決定づける慣性モーメント I は驚くほど増えないんだ。さて、ここからはさらに専門的な、しかし避けては通れないこの議論のクライマックスの一つに突入しよう。なぜ振り抜きが良くなるのかを数学の力で完全に証明する。ここで登場するのが合体力学の難関にして最重要定理、平行軸の定理だ。平行軸の定理。名前からして物理の試験で出てきたら泣いちゃいそうな名前ですね。大丈夫。式で書くと I リストイコール ICM プラス MD 乗となる。これはね、手首を中心とした振りにくさ、
アイリストは、ラケットがその重心の周りで自転しようとする時の回しにくさ ICM に、ラケット全体の重さ M と手首から重心までの距離 D の事情を掛け合わせたものを足したものだと教えてくれているんだ。ここでもまた距離 D の事情という言葉が出てきましたね。これが鍵なんですね。ここに物理学が見せる驚くべき魔法が隠されているんだよ。グリップテープをまくる、あるいはグリップエンドを荷重する。これによって全体の質量 M はわずかに増加する。しかし、重心が手元によることで、手首から重心までの距離 D は目に見えて劇的に減少するんだ。距離 D が減って、しかもそれが2乗で効いてくるということは、その通り。距離 D がわずか数ミリ短くなるだけで、その2乗の効果は凄まじいマイナス要因として働く。その結果、M が増えたことによるプラス分をこの減少分が軽々とあっさりと飲み込んでしまうんだ。計算上、手首周りの慣性モーメント I リストが荷重前よりもむしろ小さくなるケースさえ珍しくない。ということは、重くしたのに計算上は以前よりも早く触れるラケットに物理的に進化しているということですか？ケンジさん、今の平行軸の定理の話には感動しました。でもちょっと意地悪な質問をしてもいいですか？もし目的が軽く触れることだけなら、最初からもっと軽い木材や軽いカーボンを使った超軽量ラケットを使えばいいんじゃないですか？わざわざグリップを重くして差し引きでトントンにしたり少し軽くしたりするなんて、なんだかすごく遠回りで無駄な努力をしているような気がしちゃうんですけど。素晴らしい美咲ちゃん。そのなぜ軽量ラケットではダメなのかという問いこそが、卓球というスパーツが打撃競技であるという本質をついているんだ。ここで登場するのが本レポートの重要キーワードの一つ、リコイルウェイト、すなわち反動耐性という概念だ。リコイル、射撃とかで銃を撃った時の反動のことですよね。そうだ。卓球でも時速100キロで飛んできたボールがラケットに衝突する瞬間、すまざまじい衝撃が発生する。軽量ラケットだと、そのボールの運動量に負けて、インパクトの瞬間にラケットが後ろに弾かれたり、面がぶれたり、あるいは手に嫌な振動が残ったりするんだ。これを物理的に抑制するのは、重心の位置ではなく、純粋な物体の総質量 M そのものなんだよ。運動量保存則ですね。重いものほどぶつかった時に動かされにくい。その通り、ここでグリップ荷重の本当の凄さが発揮される。グリップを重くすると、重心移動のおかげでスイング中は羽のように軽い操作性を保てる。しかし、いざボールが当たった瞬間には、ラケットは総重量が増えた重い物体として、どっしりと岩のようにボールを受け止めることができるんだ。これをレポートでは、カウンターウェイト効果と呼んでいる。つまり振るときは軽いラケットの振りをして、当たる瞬間だけ重いラケットに変身する。まさにいいとこ取りじゃないですか。レポートに掲載されている質量分布変更による物理特性のシミュレーション比較表。これすごく具体的で面白いですね。ケンジさん、この表にある3つの典型的なパターン、私たちのために詳しく解説してください。よし。この表は、ある標準的な 90g のシェイクハンドラケットをモデルにしたシミュレーション結果だ。まず、何もしていないノーマル状態をすべての基準点とする。パターン A は、ヘッド先端への荷重、プラス 5g ですね。ラケットの頭に鉛のテープを貼る、よくあるパターン。これは、最もしょろばの堅なカスタマイズだね。総重量は 95g になる。重心はヘッド側に数ミリ移動し、重力トルク τg は大幅に増大する。つまり、持っているだけで疲れる。さらに、スイングウェイトも激増するから、威力は出るけれど、一度振り遅れると修正が効かないジャジャ馬のようなラケッタになってしまう。そしてパターン B。これが今回のテーマ。グリップエンドへの荷重プラス 5g です。総重量はパターン A と同じ 95g だ。しかし、物理特性の数値は真逆の結果を示している。手元重心化により重力トルクは以前より減少し、持った感じはむしろ軽い。驚くべきことに、スイングウェイトはノーマル状態とほぼ同等、あるいはそれ以下を維持している。それでいて、リコイルウェイトだけが着実に増加しているんだ。本当だ。まさに理想的な進化の形ですね。じゃあパターン C の極端なグリップ荷重プラス 15g はどうなんですか？これはね、やりすぎの領域だ。確かに安定感は最強になるし、重心も極端に手元に来る。でも、ここまで総重量を増やしてしまいと、重心移動による軽減効果を 105g という純粋な質量の重みが上回り始めてしまうんだ。さらに、後で詳しく話す止まりにくさというデメリットがメリットを完全に食いつぶしてしまうんだよ。さあ、ここからは物理学という無機質の世界から、血の通った人間の体の仕組み、バイオメカニクスの領域に足を踏み入れよう。美咲ちゃん、
グリップテープを巻いた後の自分の手を想像してみて、握った感触、どう変わるかな。そうですね。テープを巻くとグリップが少し太くなって、握った時に指がしっかりと引っかかる感じがします。あと、なんというか、手に吸い付くような感覚があって安心感が増しますね。その安心感やしっかりした感じには、実は生理学的な裏付けがあるんだ。ここで登場する重要なキーワードが、筋肉の特性を示す長さ張力関係だ。筋肉の長さとそこから出せる力の関係。以前筋トレの授業で聞いたことがあるような。その通り、筋肉には最も効率よく、最も強い力を発揮できる黄金の長さというものが存在するんだ。卓球のラケット、特に最近のスリムなグリップ形状のものは、多くのプレイヤーにとって細すぎる場合がある。グリップが細すぎると、指を深く曲げ込みすぎることになり、前腕にある指屈筋といった筋肉がぎゅっと縮み切った状態に陥ってしまうんだよ。筋肉が縮み切っちゃうと力って出にくいんですか？そうなんだ。縮み切った筋肉は発揮できる張力が著しく低下してしまう。逆にグリップテープを巻いてグリップに適度なボリュームを持たせると、握った時の筋肉の長さがまさにこの最適調に近い状態でキープされるようになる。すると、以前と同じ、あるいはそれ以下の労力で、ラケットをより強力に、かつ微細なコントロールを保ちながら安定して保持できるようになるんだ。ケンジさん、太いグリップの方が長時間練習しても手が痛くなりにくい気がするんですけど、これって私の握り方が変だからじゃないですよね。全然変じゃないよ。それもれっきした科学だ。接触面積が増大することで圧力が分散されるんだ。圧力 P は力 F を面積 A で割ったもの。面積が大きくなればその分圧力は小さくなる。正解だ。インパクトの瞬間に発生する強烈な衝撃力 F は、細いグリップだと手のひらの一部の骨や神経に集中して襲いかかる。これが痛みの正体だ。しかしテープを巻いて接触面積 A が広がれば、その衝撃は手のひら全体の広い範囲にふんわりと分散される。一点にかかる圧力 P が下がるんだ。人間は局所的な痛みや強い不快感を察知すると、脳が防御本能として反射的に筋肉をガチガチに固めて自分を守ろうとしてしまう。痛くないっていうのは単に快適なだけじゃなくて、プレーにも良い影響があるんですか？決定的な影響がある。不快な刺激が消えると脳は防御モードを解除する。その結果、腕全体がリラックスした、いわゆる脱力状態を維持できるようになるんだ。このリラックスこそが卓球において最も重要とされるスムーズなスイングや瞬時のコース打ち分けを可能にするパフォーマンス向上の真の源泉なんだよ。さあ、次は素材がもたらす魔法について深掘りしよう。最近主流のポリウレタン製ウェットタイプグリップテープ。みさきちゃん、これ触ってみてどう思う？本当に手に吸い付くみたいですよね。乾燥した冬の時期とか、木材のグリップだとツルツル滑って怖かったんですけど、これなら軽く握っているだけでも全然滑る気がしません。そこなんだ。この滑らないという確信が物理学的にどれほどの恩恵をもたらすか。この素材は素の木材よりも圧倒的に高い線子摩擦係数 μ を持っている。摩擦係数 μ が大きくなればなるほど必要な握力 F グリップは小さくても済む。分母が大きくなれば必要な力は少なくて済む。その通り。これこそが卓球における脱力を実現するための物理的なアプローチだ。グリップが滑りやすいと脳は落としたくないという恐怖心から必要以上にギュッとラケットを握りしめてしまう。握りしめすぎると前腕の筋肉は硬直を通り越してロックされ、手首の柔軟な可動域は完全に奪われてしまうんだ。手首が硬くなるとドライブの回転がかけにくくなったり、繊細なレシーブができなくなったりしますよね。そうなんだ。でもグリップテープという高摩擦素材にホールドの仕事を肩代わりさせることができれば、プレイヤーは指を軽く添えるだけという感覚でスイングに集中できる。結果として物理的な重量増による低下をバイオメカニクス的な効率の向上が完全に打ち消し、ヘッドスピードが以前よりも向上したという被験者が続出したんだよ。ケンジさん、もう一つ聞きたいことが、グリップテープを巻くと打球感がマイルドになるってよく言われますよね。これって打球の情報がぼやけちゃうような気がしてデメリットにならないんですか？非常に鋭い質問だね。でも情報の処理理論から見るとそれはむしろメリットなんだ。情報の SNR 信号帯雑音比という言葉を使おう。 SNR、 通信とかオーディオの世界で聞く言葉ですね。そう、脳が本当に欲しがっている情報をシグナルとする。一方で
ラケット本体が持つ不要な共振や不快なビリビリした響きをノイズとする。素の木材グリップはこのノイズまでストレートに脳に伝えてしまう。これが脳に余計な疲労を与えるんだ。つまり情報の選別が必要なんですね。その通り。グリップテープはこのノイズ、特に人間が不快と感じる高周波の雑多な振動だけを選別して熱エネルギーに変えて吸収してくれるローパスフィルターのような役割を果たすんだよ。不快な響きが消えることで脳は打球の本質的な手応えに全集中できるようになる。これが感覚の解像度が上がるという現象の正体だ。快適さと正確性の両立、これもまたグリップ荷重がもたらす隠れた恩恵なんだよ。ケンジさん、ここまで聞いて私はもう完全にグリップテープ信者になりそうです。今すぐ自分のラケットを重くしたい気分です。でも、ですよね。レポートの後半、いよいよあの不穏な影の部分についても触れなきゃいけないんですよね。そうだね。科学的に誠実であるためには影の部分についても徹底的に語らなきゃいけない。美咲ちゃん、ここまでの話はすべてスイングの振り出しからインパクトまでの話だった。でも卓球は一度打って終わりじゃない。そうですね。打ったらすぐに構えを戻して次の球に備えなきゃいけない。そこなんだ。スイングの後半、つまり減速停止フェーズにおいて物理学は容赦なく私たちに襲いかかる。ここで牙を剥くのが運動量と運動エネルギーの増大だ。質量 M が増え、さらにスイング速度 V も上がってしまった。この2つが掛け合わさった結果、スイングのピーク時にラケットが持っている物理的なエネルギーは荷重前よりもはるかに巨大なものに膨れ上がっているんだ。つまり加速させるのは楽だったけど、その暴走するような巨大なエネルギーを自分の手首だけで受け止めてピタッと強制終了させなきゃいけないということですか？まさにその通り。レポートではこれを排気量を上げたスポーツカーの制動に例えている。エンジンパワーを上げて加速を鋭くしたのはいいけれど、ブレーキパッドを強化するのを忘れていたという状態だ。この制動の難しさこそがグリップ荷重という魔法がプレイヤーに突きつける最も重い代償なんだよ。ラケットが流れるという言葉、よくベテランの方が使いますよね。私も振り終わった後に自分の手からラケットがどこかへ飛んでいってしまいそうなコントロール不能な感覚になったことがあります。それは君の脳とラケットの慣性が激しいミスマッチを起こしている状態なんだよ。私たちの脳、特に小脳という部分はスイングを開始した瞬間の抵抗感から未来のブレーキ予約を準備しているんだ。脳が未来のブレーキ予約をしているみたいな感じですか？そう。ところが実際に動いているのはグリッド荷重によって質量が増え、さらに勢いがついてしまった重いラケットだ。脳が予約していたブレーキ出力ではその増大したエネルギーを相殺するには全く足りない。その結果、ラケットはプレイヤーがここで止めたいと意図した位置を通り過ぎてずるずると外側へ流れていってしまう。卓球でその数センチのズレは取り返しのつかない致命傷になりますよね。致命的どころじゃない。フォアハンドを打った後にラケットが数センチ余計に流れてしまったら、バックハンドへの戻りがコンマ数秒遅れる。その遅れが次の打球の振り遅れを招き、最終的に自滅する。グリップ荷重によって手に入れた振り抜きの快感が、実は自分の首を絞める縄になってしまう可能性がある。これこそが、このパラドックスの最も恐ろしく、かつ注意深く回避すべき罠なんだよ。デメリットは物理法則だけじゃない。また体の話に戻ろう。美咲ちゃん、ラケットを打った直後にピタッと止めるとき、手の中では無意識にどんな動きをしているかな？ボールに当たった瞬間に指をギュッと強く締めて手首の関節をカチッと固めるみたいな感じでしょうか？正解だ。その締め込みをバイオメカニクスの専門用語ではロッキング動作という。ところがグリップが太くなりすぎてしまうと、君の指が自分の手のひらに食い込むための遊びが物理的に失われてしまうんだ。つまり最初から握り切った状態に近くなっちゃうから、そこからさらに追い打ちでギュッとすることができなくなる。その通り、指が回り込みきらない開き気味の手の状態では、瞬発的な最大波磁力が発揮しにくくなる。さらに、グリップテープの柔らかさが本来カチッと固まるべき関節に対してむにゅっとした遊びを与えてしまう。これによって、インパクトの衝撃に耐えてラケットを止めるための剛性が失われ、慣性に負けて手首ごと持っていかれやすくなるんだ。快適さを求めて太くしたはずなのに、一番踏ん張らなきゃいけない時に力が入らないなんて皮肉な話ですね。まさに皮肉だね。
この阻害は時に手首を細かく使う大事技術や繊細なタッチを重視するプレイヤーにとって深刻な精度低下を招く要因になる。自分の手の大きさとグリップの太さの限界点を見極めることが不可欠なんだよ。ケンジさん、さっき振動吸収は素晴らしいって絶賛してましたよね。でも、今の話を聞いていると、ここでも裏がありそうな気がしてきました。みさきちゃん、君の勘はどんどん研ぎ澄まされていくね。グリップテープの柔らかさとしっとり感を合わせた特性は、不快な振動を消してくれる一方で、情報の伝達スピードという観点からは、致命的な遅延を生み出す可能性があるんだ。情報が遅れる。でも、それって本当に人間にはわからないレベルの話じゃないんですか？物理学的な電波速度で見れば確かにマイクロ秒単位かもしれない。しかし、人間の脳が作り上げている感覚のネットワークは、その濃く微小なズレを驚くほど敏感に察知するんだ。柔らかいグリップテープという干渉剤を介して伝わるのでは、脳に届くまでの波形の立ち上がりの鋭さが全く違う。鋭さが鈍くなる。つまり打球感がぼやけるということですね。そう、脳が今当たったと確信する瞬間が物理的なインパクトの瞬間からほんのわずかだけ後ろにずれる。この知覚の遅れが脳が行う反射的な運動制御のタイミングを狂わせるんだ。例えば、エッジに当たった時の違和感や相手の回転が予想より強かった時の指先での修正、これらがワンテンポ遅れる。自分のラケットなのになんだか遠くにあるものを操っているような感覚。あれの正体はこの遅延だったんですね。まさに、快適さと情報の鮮度はトレードオフの関係にある。繊細な感覚を武器にする選手にとっては、このぼやけが致命的なミスを誘発するリスクがあると警告されているよ。ケンジさん、デメリットの話を聞いて少し不安になりましたけど、未来の技術がこの問題を解決してくれるっていう希望ありませんか？もちろんあるさ。最新のテクノロジーについて語ろう。その筆頭がスティガのカスタムウェイトテクノロジー CWT だ。これは完全にデジタルで管理された精密な調整の世界を実現したんだ。3g、6g、9g のウェイトを磁石でカチッと入れ替えるやつですね。すごいのはね、それが最新のラバー事情と完璧にリンクしている点なんだ。2025年にリリースされたバターフライザイヤ03やオメガ8といった新世代ラバーは、回転と威力を生むためにラバー自体の質量が以前よりも重くなる傾向にある。ラバーが重くなると、当然ラケットは先端が重いヘッドヘビーになっちゃいますよね。そう、そのままでは多くのプレイヤーにとって重すぎて振れないラケットになってしまう。そこで CWT の出番だ。重いラバーを張ってヘッドが重くなった分だけ、グリップエンドに 9g のウェイトを仕込んで、重心位置を元の使い慣れた位置に強制的に引き戻す。ラバーの進化による振りにくさをグリップ荷重でキャンセルしているんだ。その通り。これによって最新ラバーの爆発的な威力という恩恵だけを享受しつつ、スイングのしやすさは以前のままというセッティングが可能になった。2026年のトレンドとしては、会場の広さや湿度の変化に合わせて試合直前にウェイトを付け替える選手も増えている。用具を買い替えるのではなく、現場でチューニングする時代なんだ。ケンジさん、ここまでのお話でグリップ荷重の光と影、それと未来まで見えてきました。最後に私たちが実際にこれを取り入れる際のアドバイスをお願いします。結論から言えば、まずは試してみる価値は絶対にある。でも自分の体の声を聞くことを忘れるなということだ。プロ選手や圧倒的な筋力を持つ上級者は、デメリットである減速フェーズの流出を強靭なインナーマッスルで無理やりねじ伏せることができる。だから彼らにとっては最高のカスタマイズだ。じゃあ私のようなアマチュアプレイヤーやまだ体ができていないジュニア選手はどうすれば？甘い誘惑には注意が必要だ。最初は振りやすりと感動してスイングがどんどん大きく派手になってしまいがちだ。でも気づかないうちに戻りが遅れてしまう。だからまずは薄手のテープ1枚から始めて、自分の戻りのスピードに変化がないか動画を撮ってチェックすること。怪我についても予防になるっていう話がありましたよね。良い面としては、重心が手元によることで肘の関節にかかる回転のテコの負担が軽減され、テニス肘の予防に効果的だというデータがある。でも一方で、極端な荷重は今度はスイングを無理やり止めるために肩につまずいた負担を強いることになる。肘を守ろうとして肩を壊しちゃったら本末転倒ですね。その通り、自分の筋力、リーチ、すると目指すプレースタイル、
それらを物理学という物差しで冷静に測りながら一歩ずつ調整を進めていく。これが怪我を防ぎ、かつ最強の武器を手に入れるためのアプローチなんだよ。ケンジさん、全20パート、本当に濃厚な時間でした。たかがグリップテープ1枚の話が脳の仕組みにまでつながっているなんて。私も語りながら改めて卓球というスポーツの奥深さに圧倒されたよ。今回の解析で学んだ最大の教訓、それはグリップ荷重とはスイングの加速という天国とスイングの精度という現実、その2つを天秤にかける極めて高度な物理的バイオメカニクス的なトレードオフの管理だということだ。振り出しは軽いけど止めにくい。このパラドックスの正体を知っているのと知らないのでは、用具選びの基準が180度変わりますね。そう。すると2026年に向けて用具の進化は止まらない。これからは AI がプレイヤーのスイングを解析し、最適な重心位置を提案してくれるような時代になるかもしれない。でも最後にラケットを握りボールを打つのは君自身の手であり、君自身の感覚なんだ。物理学的な数値としての正解と自分の心が感じる心地よさ、この2つが完璧に調和した時、君の手の中にあるラケットは文字通り君自身の体の延長になる。私も今日聞いた平行軸除定理や情報の選別、それらの言葉を胸に自分のグリップをもう一度じっくりと見直してみようと思います。自分だけの魔法のバランスを見つけ出したいです。その域だ、美咲ちゃん。物理を知れば卓球はもっと残酷でもっと美しく、するともっと面白くなる。ケンジさん、今日は最高の講義を本当にありがとうございました。こちらこそ最後まで熱心に聞いてくれてありがとう。皆さんの卓球ライフが科学の光に照らされてより豊かなものになりますように。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。